皆さん、英語のそーたです。ただいまです。英語のそーたが台本なし英会話レッスンに戻ってまいりました。I'm extremely happy. I'm so happy. 今とっても嬉しいんですけれども、5月27日に前任のホストアメリカ人ネイトとの最終回のエピソードをお届けしました。ネイトはですね、僕と3年半この番組を作り上げてきてくれたんですけれども、いろいろとコロナウイルスの打撃を受けてしまって、この番組を継続することが厳しくなってしまったということで、僕たちはお別れをすることになりました。前回の番組はですね、とても悲しい雰囲気になってしまっていて、僕自身も花粉症がひどかったのでですね、目から涙がもう出たりとかね、もう鼻からもう水が出たりとか、花粉症が大変だったんですけれども、1ヶ月ほど番組自体はお休みをいただいていましたが、その間も SNS、インスタグラムストーリーであったり、ツイッターであったり、YouTube、英語のソータはいつも更新をしておりまして、皆さんネイトとの、楽しい別れの動画はご覧になりましたでしょうか。もう最後にオフィス周りを一緒に散歩しながら楽しくお別れをしようという元気な動画を、アップロードしていますので、ぜひそちらも概要欄に貼っておきますので見ていただいて、僕たちにとってはポジティブな別れだったということを皆さんにも知っていただきたいなと思っています。それぐらい僕たちは今プラスに捉えてそれぞれの道に進もうと頑張っているんですけれども、今回も1ヶ月間ほど時間はいただいていたんですが、前回の最終回の後半にもお伝えしましたように、僕自身は最終回のエピソードを収録している時から、この番組は何かしらの形で僕が引き継いでいかないといけないなと。それがどういう形になるかというものはまだ決まっていなかったんですが、必ずネイトが残してくれたものを僕自身が続けていくことによって、継続して生かしていかないといけないという思いを持ってこの1ヶ月過ごしてきましたので、今回またいろいろな準備が整って皆さんとまたいろいろなことをシェアしながら新しいチャプター第3章を始めていきたいなと思っています。なのでまた今日の新しい番組を最後まで聞いていただいて、僕の今の思いというものも知っていただけたら嬉しいなと思うんですが、結論から申し上げましょう。この台本なし英会話レッスンはですね、約3年半ネイトとアメリカ文化に着目した番組としていろいろな情報を発信してきたんですけれども、今回からなんとイギリス文化を発信する番組へと生まれ変わらせたいなと思っております。僕自身もね、イギリス文化いろいろと知りたいことがあるので、また新たな方向へと進んでいくことをとても楽しみにしてるんですが、もちろん一人ではできません。I can't do it alone. So today I have amazing friend from the UK. His name is Sean. So please welcome Sean, everyone. Yay. Hey everyone. Nice to meet you all. So my name's Sean.From the UK. Yes, so can you introduce yourself? Yeah. Thank you so much for coming here. No, thank you for having me. So I've lived in Japan since 2015. I moved here for experiencing Japanese culture, learning Japanese, and it's been great so far. I sound like British. And I've been trying to teach Sota how to pronounce things in a British accent. Yeah, I can't do that. Yeah, it's close enough. Yeah. はい、今回はですね、新たなホストを迎えまして、この番組を生まれ変わらせていきたいなと思うんですけれども、ショーンというイギリス人の新しい先生をお迎えしながらこの番組を継続していくことになりました。はい、今日のお題はですね、この1ヶ月間どのように僕たちが過ごしていたのか、そしてどうやって出会ったのかなど、これからまた新しいニューチャプターを始めていくにあたってのエピソードをお届けしたいなと思っています。やっぱりイギリス英語とアメリカ英語っていうものはアクセント自体も全然違ったり、文化も全然違いますので、またその相反するエピソードというものをこの136番目から発信していきたいなと思っております。今日から初めて聞かれた方はぜひ過去の135エピソードまではアメリカ文化であったりアメリカ英語に着目した番組でございますので、そこを区別しながら楽しんでいただけたらなと思います。 Okay, so Sean, are you ready? Yes, let's do it. ソータとショーンの台本なし。ちょっとちゃんとやってくれる？ちゃんと OK, let's do it properly. OK、さっき練習したんですよ皆さん、申し訳ございません。練習したんですけど OK、 もう一回いきますよ。はい、ソータとショーンの台本なし英会違うって
違うって。待って。こんなことある？英会話レッスンやで。英会話レッスン。さっきやったやんか。We did that, right? Sorry, yeah. Okay. もう一回いくよ。Okay. はい。皆さん、さっきのは無視してください。Ignore it. Okay, let's go. Forget it. いきますよ。ソータとショーンの台本なし英会話レッスン。違う。違う。エピソードっていうね。Episode 136. はい。Okay, what is the topic for episode 136, Sean? Today's topic is new beginnings. はい、今回のお題は新しい始まりです。はい、先ほどは失礼いたしましたオープニングトークの台本なし英会話が全然言えないという、はい、それもね、ニュービギニングズということで、今回コロナウイルスがだいぶね、落ち着いてきまして、いろいろと外に出れることだったり、いろんなことが増えてきてると思うんですよね。なので皆さんにとっても新しい始まり、そして僕たちにとっても新しい始まりがゆえに、ショーンもさっきスクールアップしましたし、僕自身もですね、ネイトとの別れはありましたが、SNS ご覧になられてた方はご存知だと思うんですが、なんと学研さんとコラボしまして、僕の相対式発音の法則というものが学研の語学賞になることが決定しました。それは実はもう4月から決まっていたことで、本当はネイトのね、辞めるとかってああいう情報の前にいいお知らせをしてから、いい方向に4月から行く予定だったんですけど、ちょっと悲しいお知らせが先に来ちゃったので、順番がひっくり返ったんですけど、もともと決まっていたことなんですよね。あともう一つだけお知らせなんですけど、7月6日にですね、アルクさんから出版されている、雑誌、イングリッシュジャーナルという雑誌の8月号に、僕たちネイトと2人で最後のもう僕たちの2人のショットだと思うんですけれども、雑誌に取り上げていただくことになりました。本当に小さい、スペースになると思うんですけれども、耳からとかラジオを使った英語勉強法という英語学習雑誌なので、いろんな情報が載せられている中に台本なし英会話レッスンが載っていますので、ぜひ7月6日に発売されるそうなので、全国の書店からぜひ立ち読みでも構わないので、皆さん買っていただいても何か売り上げが買っていただけばいただくほど僕たち入るとか、そういう感じではないので、お気遣いなくもう立ち読みでも構いませんので、ぜひ目を通していただければなと思います。So like this, everything is going to start. That's why we gave it new chapters. New beginnings. New beginnings. Yeah. So as I said, my Sota Shiki, Sota's pronunciation is going to be on Gaken's book. And also this Daihon Sheika lesson is on the magazine called English Journal, which is a famous one in Japan. Mm-hmm. And then you screwed up. You couldn't, say the title correctly. So like this, we're going to start new things and everyone will also, right? Yeah. So let's start the topic. New beginnings. Yeah, new beginnings. So, obviously I'm new. Yes. So I guess many people want to know a little bit more about me, my history, why I came to Japan and that kind of thing, I guess. That's right. So we need to know, the person from the UK who is going to be your host. So yeah, let's introduce him first. まずはショーンの自己紹介からいろいろ始めていきたいなと思うんですけれども、and also please, focus on his British accent. That's so cool. That's completely different. Nice try. Yeah. Yes. I've been trying to teach Sota some pronunciation. Okay, yeah, and in the world, not only American English, right? So, British accent, Aussie accent, or something Aussie like that. Well, so, I'm so grateful for this opportunity, in which we can learn British accent. So, with your British accent, amazing British accent, please, talk about yourself. Yeah. So, I've always been interested in Japan and Japanese things, even from a young age when I was growing up. Even from when I was a baby, I was interested in Japanese things. Mm-hmm. One of my first toys that I ever had as a kid was monchichi. Really? Do you know monchichi? I know. Yeah. So I had this monchichi, little monkey kind of toy that I used to play with as a kid. Now, obviously, when I was 3-4 years old, I didn't know that it was from Japan or really? It was called monchichi, right? Mm-hmm. So I just thought it was a monkey, right? Mm-hmm. But I loved it so much. Like anytime someone would try to take it away, I'd start crying and that kind of thing.
And then when I was growing up and I became more interested in like cartoons and that type of thing, a lot of the cartoons that I was interested in were actually Japanese cartoons. Really? But again, I had no idea that they were Japanese. I just thought, okay, I like this. What is this? And Like what? Well, in English, it was called Samurai Pizza Cats. Samurai Pizza Cats? Samurai Pizza Cats, yeah. What is that? In Japan, it had a different name. It was like Neko Nyande Yane Neko Samurai. or something like that. But I had no idea it was Japanese at the time. But all I knew was that I liked it and I wanted more of it. So then when I started to watch more kind of Japanese anime and cartoons, then I started to realize that I like Japanese things. Then obviously growing up into teenage years, you start to listen to different kinds of music. I became interested in Japanese music. Like what? Well, don't laugh. Anpanman? No. No. Doraemon? No. I'm really into an all-girls group called Scandal. Scandal. Yeah. It's a girls group. Yeah. Have you heard of them? I have, I guess. So I think 3 of the members are from Osaka. So I've always kind of been interested in Osaka as well. Osaka's been the place, not Tokyo. For some reason, I've always been more attracted to Osaka. So listening to that music as well kind of really pushed me to explore even more things to do with Japanese. And then that's when I started to study Japanese because I wanted to understand what the lyrics were saying. And then that eventually just led to me becoming more and more obsessed with Japan. Wow. So unconsciously, you were interested in Japan or Japanese culture. And when you were younger, you were not sure what they were, but it turned out it's from Japan. Right, yeah. That's so interesting. Yeah, so that whole time it was just always subconscious and it was, Japan was always there. It was always present in my life. Wow. But I had no idea that it was Japan. I see. Okay, let me explain Yeah, to you sure. here. はい。皆さん、ブリティッシュアクセントかっこいいですね。I am Harry Potter しか僕はね、そう僕ね、一時ね、大学生の時に、ブリティッシュアクセントにすごい憧れて、I am Harry Potter とか、I am Hermione Granger とかすごい真似してたんですけど、I can't hear the word みたいな、なかなか真似やっぱできない。すごい今、前で爆笑してくれてるんですけど、はい、すごいブリティッシュアクセントですよね。なので、僕がいつも解説している、あるいは学研でね、これから、ご学習になるものもアメリカ英語なので、またこのショーンが話しているものとは相反する、正反対のものではあるんですけれども、やっぱり英語を話していく上で、いろんな国の人との出会いっていうのはあると思うので、イギリス英語だったり、アメリカ英語だったり、いろんなこのアクセントにも皆さんに触れ合っていただけるなと思って、今回はショーンをイギリスの文化の説明者として、迎え入れさせていただいたのもあるんですけれども、もう鳥肌が立ちましたね、もう、鳥肌立てないけど、I am Harry Potter って聞いてる感じですごい今、ブリティッシュアクセントが嬉しかったんですけれども、ここまで、説明させていただくと皆さん聞き取れましたか？ショーンはですね、もう言わせていただくと、Japanese nerd って言っても、過言じゃないぐらい、日本大好き人間なんですよ。なので、もう最近だったらね、10万円の給付金あったじゃないですか。あれの申込書をね、こう書くっていう時に、彼の SNS 見たら、ちゃんと、なんとか行きっていうのを消して、なんとか音中に変えたよ。音中だったっけ？逆だったっけ？合ってるよね。なんとか音中に変えたよとかって SNS 載せてるんですよ。外国人やのにこんなことできんのっていう、もうびっくりするぐらい、例えばあと動物の森とか大好きなんですけどね、もう彼の動物の森のデコレーションがザ・日本みたいな、そう僕ら欧米風にするじゃないですか、もう彼の部屋は畳みたいな、もうザ・日本っていう感じなぐらい日本が好きなんですけれども、そんな彼はですね、もう生まれた時から遊んでるおもちゃっていうのが知らないうちに全部日本製のものだったと。例えばモンチッチ、懐かしいですね。僕は昔モンチッチに似てるって言われたことがあるんですけれども、モンチッチと遊んでたりとか、で気づいたらそれは日本から来たものだったりとか、あるいは音楽っていうものもいいなと思うものが日本のもの、スキャンダルでしたかね。大阪出身のアイドルグループの方、だからこそ大阪に住んでるっていうのもあるらしいんですけれども、もう知らないうちに日本の文化にすごい触れていて、日本が好き、これは何だろう、もっと理解したいっていうところから、今彼がここにいるという、お話がさっきありましたので、また聞き直していただければと思うんですけれども、That was so interesting because, usually we, consciously get interested in something. But I don't think this is a good example,
but for example, in my case, something that interests us could be something, unconsciously or unconscious, but it was so surprising that when you were a kid, you were playing a toy, Monchichi, and then it was from Japan. You had no idea, but you were interested in that. It was you were meant to be here. Yeah. Well, do you want to know something even scary about that? 呪音 Yeah. 何呪音か Yeah. So, with Monchichi, when I was 2 years old, 3 years old playing with Monchichi, I didn't know that it was Japanese, right? I didn't know that it was called Monchichi. And obviously, when you're 2 years old, 3 years old, and you start to speak, you start to make words, right? So my mother asked me, what is the monkey's name? What do you want to call it? And I don't know how well you remember Monchichi, but Monchichi had like a little hole in his mouth, and you could put his thumb into his mouth, so it looked like he was sucking his thumb. And my mom kept asking me, "Oh, what do you want to call it? What's the monkey's name?" And I said, Kuchi. Kuchi. Yeah. So I called it Kuchi. You said that? Yeah. Wow. So my little monkey toy, which was Monchichi, was called Kuchi. Kuchi. And then when I started to study Japanese, years later, and I was looking at the kanji and things, I was like, Kuchi. Kuchi, like mouth. Right? And then when I made that connection, I was like, oh my gosh, I've made that connection. That's scary, but that's miracle. So, that's why I said you were meant to be here. Yeah. And you were meant to live in Japan. I think so. Okay, もう怖いですね。もう鳥肌が立ってませんけれども。I got goosebumps, but I don't. はい、ここまでちょっと今怖いお話っていうのがありましたが、まず suck. Can you spell it? Suck. S-U-C-K. はい。こう吸い上げるとか吸うとかって意味ですけれども、モンチッチは親指をサック吸ってるみたいですね。そういうものだったらしいんですけど、その怖いお話っていうのは、ショーンがですね、そのモンチッチにお母さんにこのお猿名前何にするってちっちゃい時に言われたら、ちっちゃい時にクチって名付けてたらしいんですね。で、大人になって日本語を学んだら、口ってマウスの口っていう言葉あるじゃんと。つまり親指をって吸ってたそのモンチッチに子供ながらに自然と口という名前を名付けてたという、それぐらい日本と何かコネクションがもう生まれた時からあったんじゃないか。そういう意味でちょっと怖いっていうお話をしてましたけれども、さっき言ってた You were meant to be here よく使いますが、You、B 動詞あとかはとか meant, can you spell it? meant.M-E-A-N-T はい。mean の過去形とか過去分詞形ですね。そういう運命だったという言い方をしたいときに使う表現なんですけれども、You were meant to 動詞で live here.live in Japan あるいは You were meant to be here だったりで、ここに来る運命だったんだねっていうお話を今していたんですけれども、そうなんですよ。そういう形でね、僕たちがこう出会って番組をこう一緒に始めていくって、ここに至るまで、時間が結構かかったんですけれども、一つ僕が、決めさせていただいた理由として、面白いキャラクターだなと思ったのがあったんですよね。日本がすごい好きで、僕たちからするとやっぱ日本が好きな外国人って嬉しいじゃないですか。かつ、なんかまた違った視点で、番組を作れたりとか、キャラクターを引き出せるんじゃないかなっていう、僕の中で何かすごい面白い直感があったんですよね。だからこそ、ショーンと一緒にやっていこうというふうな一つのその理由もあったんですけれども、So that could be one of the reasons why I decided to have this show with you. One of the reasons could be you love Japan. You're obsessed with it. And then I felt like it's a kind of good character. Yeah. And then, when I talk to you and when I have the show like this, everyone can also feel happy about it. And then we can entertain with your, Japanese nerd or something like that stuff in a good way, in a positive way. Yeah, that's why I, decided to do it. So I'm also really happy that I have a friend in front of me now who loves Japan.
Yeah. say something なんか言ってよ。そうそう、なんかすごい嬉しいなって思ったんですけれども。So I think everyone is interested in how we met. はい。またね、今新しいニュービギニングスに始まっていくということで、僕たちがどういうふうに出会って、この番組のお休みをいただいていた間にどんなふうに過ごしてたのかっていうところもお話しさせていただくことによって、またこの番組を応援したいって思ってくださるようにもなるのかなと思うんですけれども。So first of all,do you remember my first impression? How did you feel about me? 僕のファーストインプレッションってどんな感じだった？ I do remember actually. Really? And it was actually a long time ago. Probably actually longer than you think it was. You mean on social media? Yeah. Okay. So I came to Japan in 2015, at the end of 2015. 2015. You Yeah. go back to that point. Right. そこまで戻るの？ Yeah. ほうほうほう。 So that's when I met Nate Uh-huh. around that time. And I saw that Nate was getting interested into doing like social media things and this podcast, for example. And as I got to know Nate a little bit more, he mentioned you a few times. Really? Yeah. So I said, "Oh, what are you doing tonight?" He said, "Oh, I'm doing the podcast with Sota." I was like, "Oh, okay." So your name was always kind of there. It was always being mentioned, but I wasn't really aware of who you were, you know. And then I think about 2 years ago, maybe, Nate uploaded a video from one of the seminars. And I thought, wow, that looks like so much fun. You know, everybody speaking English, helping people study English in a big group and having fun as well. And then I heard this Japanese guy like speaking almost perfect English at the front. And I was like, who's this? And then Nate told me, oh, that's Sota. Oh, okay. Oh, so he's the guy that you do the podcast and the YouTube with. Yeah. And then, so that was, 2 years ago. Wow. So even from then, I had that kind of first impression. And then I really wanted to try and work with you and Nate Really? in some way. So I asked Nate and said, look, if you ever need any help with one of these events or seminars or something, you know, please let me know. I'd love to help out. I'd love to join and help people speak English. And he just said, yeah, sure, okay, no problem. And then he never asked me. And then obviously with the whole coronavirus situation and situations were changing, he asked me. He said, hey, why don't you get in touch with Sota? And then that's how we first started talking, right? Okay, then the first impression was the perfect guy. Yeah, sure, why not? Yeah, that's close enough. はい。面白いですね。はい。僕もこれのお話を初めて聞いたんですけれども、まずはですね、皆さん、ショーンはですね、実はネイトの友人なんですよ。泣きそう。また花粉症が勃発しそうなんですけれども、ここにね、至るまではすごいいろんな経緯があったんですけれども、まずは、同じような人同士が集まるじゃないですか。なので、さっきね、こう、日本を好きでいてくれてるから彼に決めたっていうのもあったんですけど、もう一つは、やっぱりネイトと僕っていろいろこう似通ってる部分があったからこそ3年半一緒にやってこれて、やっぱり同じ感覚を持ってる人とじゃないとなかなか何かを続けるって難しいじゃないですか。で、ショーンもネイトとの長年の友人ということで、僕自身もすごいこう何か感じるものがあったんですよね。なのでまずはネイトのショーンは友達なんですよ。だからこそ、この番組に何かネイトというものもずっとこう残っていくんじゃないかなと思って僕もそれは嬉しいんですけれども、はい、まずポイント1はネイトとの知り合いということで、約2015年って言ってましたよね。5年ぐらい前にネイトとショーンは出会って、日本で。で、こういう SNS とかの仕事とかにすごいこう興味を持っていた時期で。で、そこからこう、ネイトの SNS をずっと見てたりすると、ソータっていう名前をよく聞いたりとか、することがあったと。で、2年ぐらい前に、おそらく台本なし英会話レッスンの3周年記念イベントとか毎年やってた、あれの多分1年記念イベントだと思うんですけれども、そこに、僕は乗ってたらしくて、英語を喋ってる僕が、顔はもちろん乗ってませんけれども。で、それを、ショーンが聞いて、これは誰なのと。で、ネイトに聞いたところ、これがいつも言ってたソータじゃんと。そんな感じでいつも彼らの中では僕の名前が出てたらしいですね。今日はソータとポッドキャスト収録するんだよとか。そうで、この素晴らしい英語を喋ってるのは誰だいって思ってくれたみたいですね。嬉しいですね。って思って、
ネイトに聞いたら、これがソータだよってなって、あ、これがソータなのか。で、ずっとその時からソータとかネイトとかといつか一緒に働きたいな、何かしたいなと思ってたらしくて、今僕もそれ初めて知ったんですけど、で、ネイトにいつか何か、ヘルプが必要だったら言ってねっていうのを言ってたらしいんですね。こんなにみんながこう熱意ある感じで英語学習してたりとか、まあ、僕たちも熱意持っていろいろやってるので、まあそこに何か関わりたいと思ってくれたみたいで、で、今回このコロナの、ことが起きて、僕たちがこう、結びついたという形なんですけれども、yeah, that's how we met, and then that's my first impression. And how about, when we actually met each other, how did you feel? Like, not a big difference? Well, obviously, because you don't show your face, right? It's a secret. So already I'd built an image in my head of how you would look, as I'm sure everybody else does, But I think it matches what I was expecting. Really? Yeah. I look like Hanyu-kun, right? Yeah. Really? Hanyu-kun? Yeah. Hanyu Yuzuru? Yeah. Oh, okay. やっぱり羽生くんみたいな感じでした。Do I look like 羽生くん? Yeah, a little bit. Mm-hmm. Okay. Is that a compliment? I don't know. I think it is. Yeah. Okay. Yeah. And sorry, keep going. So, it matched my expectations. And then when we started talking for the first time, like properly, because I always prefer kind of like face-to-face communication rather than line message or whatever. And then that's when I could start to kind of really understand your passion and your desire to kind of teach English and help people. Like I was suggesting different things and you were saying, oh, that's a good idea, but I really want to do this. And I was like, I'm stubborn. 僕頑固者なんですよ。はい。No, I think it's important because if you have your morals and your goals set, I think it's very difficult to kind of think of anything else. But I think it's very important to have that. So that kind of just made me respect you even more. Really? Yeah. Wow. I'm so glad to hear that. Yeah. So we met each other, and he also suggested, some other things because he wanted to help me. So he was also listening to our show, and then of course the final episode too. So he knew that what happened to us. So Nay left this show because of the financial problem or a lot of non-supportive situations. Yeah. So he knew that. So he was going to help me in different ways. So he suggested, but we were discussing. I said, no, yeah, that's a good idea, but yeah, something like that. That's what he said. そうなんですよ。今の皆さん英語聞き取れましたかね。実際会ってからどうでしたかということでしたが、会って結論から言うとより尊敬した。そしてこの熱意にすごい惹かれて一緒にやりたいと思ったって、もう涙がちょちょぎれそうなぐらい嬉しいことを今言ってもらってるんですけれども、僕って顔出ししてないのでなかなかどういう思い出とか僕の本当の性格とかってなかなか見えづらい部分もあるかもしれないんですけど、僕は結構何でもありのまま出してるつもりなので、特にインスタストーリー、英語のソータとかもう結構ありのままなんですけど、皆さんにどれだけ伝わってるかわかんないんですが、もうとにかく熱意を持って軸は絶対ぶらさないということは大切にしてるんですね。なので、具体的なそのお話でいくと、ニューミギリンズを始めていくにあたって、ショーンと会っていろいろと提案をしてくれたんですよね。ネイトと僕たちがどのようにしてこの番組を続けてきて、どういうふうにお別れをしないといけなかったのか。やっぱりネイトが金銭的に厳しい状況になってしまって、コロナの打撃を受けたがゆえにっていうことですけど、なので、やっぱり形を変えていくべきだっていう、で、ネイトが離れた今何かを変えていくべきだから、ソータが何かお金を払ってこの番組を続けていくことだったり、そういうものはやめるべきだっていう相談をまずは受けたんですよね。なので、それがどういうものだったのかっていうのをちょっと皆さんにシェアしたいなと思うんですけれども、せっかくなので英語でいきたいなと思うんですが、So do you remember what suggestions did you offer? Well, I have a couple of friends who do YouTube for a living, like that is their job. And they kind of finance themselves through websites like Patreon, which is like a kind of crowdfunding, whereas
I guess crowdfunding would be more like charity. You know, people just give you money, but you don't get anything in return. But the website Patreon is more like you pay money, but you get things in return, like special services, that kind of thing. So a lot of my friends do like live streams so that they can join in and have like live conversations with the YouTubers. They get like special events and things that people can get, you know, into. But I think as I was suggesting those things to you, you always had like a counter to those things, right? What do you mean count? Like a declining, you mean, right? Well, not declining, but by saying, you know, I would recommend something, but then you would say, yeah, well, I already kind of do that with this, and I'm like, oh, okay, right, okay. Oh, that kind of counter. Yeah. So like anything that I thought, oh, maybe this will help in some way, like you had your own thing to kind of counter that. Yeah, that was really helpful. Of course, don't forget that. I was really, you know, grateful for that. Because that was the only thing that I was worried about. Because obviously, with the way that Nate had to leave, like, you know, with like financial kind of things, I was thinking, okay, well, how can we make sure that doesn't happen again? You know. Yeah, I was also thinking about it. Yeah, so it is a difficult thing, but I think it is something like to maybe consider. Or, you know, some kind of alternative. But yes, alternative, can you spell it? Alternative. Yes. A-L-T-E. Do you want to try? Oh, this is your... Oh, this is my part. Yes. Alternative. A-L-T-E-R-N-A-T-I-V-E. Hi. Because this is what Nate was always doing. Oh, okay. So he would say a word and then spell it out. Okay. Please take it over. はい。テイクオーバーで引き継ぐっていうような意味ですけれども、ネイトがやってたことはね、引き継いでいただく必要がございますから、alternative。発音ちょっと難しいですけれども、代わりになるものという名詞ですね。なので、ショーンは、ネイトと僕が別れた理由というものを、知っているからこそ、このオルタナティブを、提案して、いい方向に持っていかないといけないと。で、we shouldn't let it happen again. その起こったことっていうのをもう一度また繰り返させてはいけないという、もちろんその下で提案をしてくれたことではあるんですけれども、僕自身もそれは同じことを絶対繰り返すべきではないっていうのは分かっていたので、すごくいろいろなことを考えていたんですけれども、まず、ショーンが提案してくれたのが、クラウドファンディング、として、今聞いてくださっている皆さんから、ある一定の資金をいただいて、前にも言いましたけれども、これはどれだけ配信しても、収益が入るものでもないですし、あとは最近も SNS に載せてましたけども、インスタストーリーに、マイクがね、始めようと思った途端壊れたんですよ。また3万円の出費があったりとか、あるいは毎月の配信料金を僕たちが払ってやってたりとか、あるいはその、収録場所にも月々ね、何万という家賃を払ってやらないといけないとか、今まであんまりそういう細かいお話はしてきませんでしたけど、ネイトと僕はやっぱそこを頑張って工面しながら、この番組を作り上げてきたんですよね。で、もちろんネイトもずっと熱意もありましたけれども、コロナの打撃を受けて、やっぱそのお金の工面もしんどくなってしまった状況で続けられない。しんどくなってしまったっていう状況を知ってるからこそ、やっぱりクラウドファンディングとか、もっとお金が発生する仕組みを作るべきだっていう相談をとか提案を受けたんですけど、僕もね、頑固もんなんですよ。やりませんと。そう、全部それがカウンターとして跳ね返されたっていうようなお話でしたけど、もちろん丁寧にはね、断ってたんですけど、僕ももちろんそれ考えてたんです。考えてたんですけど、今までもやっぱりネイトとね、僕たちはそれをやろうかって考えた時ももちろんあったんですよ。やっぱお金がきつくてっていうのは。きつくはないな。僕は別にこれが楽しかったし、皆さんも誤解していただきたくないのは、ネイトも僕も、お金払って、もう最悪やった、こんな結果になってとかって一切思ってないんです。僕たちはこれで幸せなんですよ。楽しかったんですよ。で、なのでそこは誤解していただきたくないんですけど、僕たちはもちろんお金を支払わないといけないのは大変ではありますけど、どんな時も楽しかったですし、乗り越えてきた
ので、これをなんか今変えるっていうのは、なんか僕としてはしっくりこなかったり、あるいは聞いてくださってる皆さんに、ちょっと僕気使っちゃう性格なので、お金を払ってください、助けてくださいってお願いするのも、本当はね、このマイク代とか、続けていくためには、もちろんクラウドファンディングを今こそやるべき時期なのかもしれないんですけど、もう一回考えた上で、やっぱりそれはせず、僕はこのまま乗り越えていきたいって思ってたので、新しい人を探すにあたっても、この形で継続してくれる人が一緒に僕とやってほしい人っていうことで、ショーンとちょっとそこをディスカッションさせてもらったりしたんですよね。なので皆さんにまず知っておいていただきたいのは、いろいろなネイトとのその別れもあって、コメントでも、ソータさんこれからいろいろと価値観変わっていくでしょうねと。で、これからお金を発生させるシステムになったりとか、ポッドキャストそうなっても私はついていきますのでとかっていうコメントもくださった方もいらっしゃるんですけど、僕は一切何も変えるつもりはありません。そして何も価値観は変わってません。ただ単純にまた1ランク成長してまた強くなれただけで、僕はこれで突き抜けていくつもりなので、皆さんにお金を何か支払っていくことをお願いさせていただいたりとか、そういうことは何もせずにこれからも続けていきたいなと思ってます。So actually, when I was doing this with Nay, we also talked about it, like crowdfunding stuff. It could be really helpful for us to keep doing it because sustainability is really important, as you said. Yeah. But we didn't. Because we were always happy and we were always excited to make money by ourselves, and then we were able to feel like we can help people, and that's something we were always passionate about. So this is not about money. Right. Yeah, and I don't need any financial support. Yeah. And then another thing is I don't want to ask people to pay us. Right. So yeah, that's why I said no, that's not a good idea. But of course, I was really happy that you suggested the way. But yeah, I want to continue without changing that point. But of course, we need to change some things if we need it. But yeah, that's how we met and that's what we discussed, Yeah, right? that's right. Yeah, but I mean, even out of that, I think we came up with some other ideas. Yeah. For maybe for the future, but Yes, that's yes. maybe a secret for now, perhaps. Yeah, that's right. はい、本当にもし今後また、しんどくなったり、本当にダメだなと思った時は、もしかしたら何かクラウドファンディングの形とかもさせていただくのかもしれないんですけれども、あるいは、何か違った面白いビジネスアイディアとかをね、提供させていただくこともあるかもしれないですけど、今は僕自身は、そうですね、今まで払ってきたものっていうのは僕自身が今回は全部カバーさせていただいて、で、続けていくことになったので、ショーにね、それを払ってっていうのはちょっと言えないので、そういう形で続けていくことになったので、それぐらいの思いっていうのは、まずは皆さんに知っておいていただきたいなって思うんですね。で、一つ、so this might not be related to our topic, but I feel like, sometimes I can't agree with people who are asking people to, pay money for them. Yeah. Using that kind of website or crowdfunding. But I think the definition funding is something we need for creating something new. Even though we are working hard, we can't have money. Then we need to have the financial support. But recently, everyone can have access to anything easily. So even crowdfunding too, like people can more easily get money. But I don't think it's a good idea because, at some point, or we need to first try by ourselves. Yeah. And then we need to make money. And then if we can't continue without people's supports, we can rely on it. But first of all, I just want to, try by myself. That's why I said I don't want to do it. Yeah, and that was one of the good things that came out of our first meeting, I think, because like I said to you in the meeting as well, like you're not a
kind of typical Japanese person. Right. I think a lot of Japanese people, well, I was talking about this to one of my friends the other day with like hone tatamae. Like it's a big thing, and I think a lot of Western people just don't understand it. When a Japanese person says, "Ah, 難しいですね," or "考えます," like I think about it, right? When a Westerner when they hear those phrases, like, "Oh, that might be difficult," or "Oh, I'll think about it." To us, that means like you will actually think about it, and maybe there's a possibility that will happen. But in Japanese, it doesn't mean that at all, right? It means, no, we're not going to do that. And that kind of indirect kind of language can confuse a lot of people. But I like to think that because I've been in Japan now, for almost 5 years, at first I didn't understand it. But now I kind of understand that difference in culture. Yeah. So what? Like hone and tatamae. So how is it related? I think because sometimes people don't understand what they're saying. Oh, I mean, how is it related to what I said? Like, so when we were having the meeting, and you were using those phrases, things like, 考えます, like, I'll think about it, or like, 多分難しいかな, like, it might be difficult. I knew that was you saying to me, like, no, that's okay. Oh, did I say that? Yeah, you did. Oh, really? So, but I was always honest with everything. Yeah. But that's the other thing as well. So you're not kind of like typical Japanese because you kind of outright as well said, like at first you were saying, that might be difficult, but then like later in the meeting you kind of said, no, I don't think that's a good idea, right? Whereas I think that a lot of Japanese people wouldn't be that direct, right? So you wanted to say I was not a typical Japanese, and then that was a point. That's the main point. I see. そうなんですよ。他にもね、僕たちがそのニュービギニングズを始めていくにあたってミーティングをしてた時に、僕いつも言うんですよ。僕は典型的な日本人の性格じゃないのでっていう。もちろん日本人のいいところも、たくさんあったり、海外の人のいいところもたくさんあったり、両方を僕は捉えるように、してるんですけれども、彼が言ってたのはすごい面白いなと思うのは、本音と建前の日本人が、考えときますっていうのは、もうやらないっていうことじゃないですか。あれはやっぱりやめてほしいと。ネイトも、最終回の時に言ってたと思うんですけど、やめたいって言った時に、日本人の人は向き合ってくれることをやっぱコミュニケーションからちょっと逃げる人が多い、すぐブロックしちゃったりする人が多い印象があるから、なかなかどういう反応があるのか怖かったっていう、やっぱりそれはもちろんみんながみんなじゃないとは思うんですけれども、外国人の方が見る僕たち日本人へのイメージっていうのは、やっぱりちゃんとコミュニケーションで向き合わなかったり、あれ本音と建前で本音を言ってくれなかったり、でも実際のミーティングの時は、僕はそうじゃなかったっていう結論だったんですけど、時に考えとくねっていうのは言ってたらしいんですけど、最終的には総括的に見ると、もうそれはやらないですとか、結構はっきりしていたと。そういう僕たちのミーティングだったんですけど、さっきも言ってましたように、多分なんでこのお話になったのかっていうと、僕はそれに賛同してないっていう、さっきのお話の部分に、ソータは何でもそういうふうにはっきり言うからねっていうお話だったんですけど、ネイトもショーに言ってたらしいですね。ソータは心配ないよと、何でも言いたいこと言うからって。それがすごい驚きだったんですけど、そうやって僕たちはこれからもコミュニケーションとか関係を続けていきたいなと思ってるんですけど、今ね、この番組、大学生の方とかね、若い方とか僕より年下の方も聞かれてたりすると思うんですけど、さっきも英語で言っていたことが、僕はクラウドファンディングっていうのは、もともとファンディングっていうのは募金という意味で、どうしても自分でお金が稼げなくて、でも何かをやりたい。頑張ったけどお金が足りない。そしてクラウドファンディングをするっていうのは、いいことだと思うんですよ。そしてそもそもの定義というものは、ファンディングっていうのは募金ですから、やはり人に何かサポートをいただくにあたって、自分ででききれないことを人にどうしようもなくお願いすることが僕はクラウドファンディングだと思ってるんですよね。でも最近はいろんなアプリとかが出来上がって、人にお金を援助してもらえるアプリとかがたくさん出来上がってると思うんですよね。僕は結論から言うとそういうことを使って、自分で努力せずに、人からお金をもらって何かをやろうとしてる人たちっていうのがそういうアプリにはすごいいるんですけれども、僕は正直あれには賛同してなくてですね、例えば海外旅行に
行きたいです。世界一周したいので、僕に世界を見せてください、募金してくださいっていう人もいたりとか、それってクラウドファンディングじゃないよね。もうただ単なるお金儲けだよねっていうようなものも最近すごい増えてるんですよね。で、それがさっき言ってた若い子たちとか、これから何か事業を立ち上げる方とか、ちょっと僕の意見を聞いていただけるのであれば、僕もこうやってポッドキャストとか、あるいは今まで自分でこう仕事をやってきて、人にそんなお金を援助してもらって、ここまでやってきたことっていうのはないです。何か資金が必要なのであれば、自分でバイトをしてお金を貯めて、ソータの英会話セミナーっていうのも最初は赤字だらけでしたけれども、頑張って工面でバイト代を工面して、英会話セミナーを開催してました、大学生の時。でも、やっぱりそうやって努力して積み上げてきたものって、なかなか崩れ落ちないですし、何かあった時に、やっぱり人をちゃんと大切にしてると、人がついてきてくださると思うんですよね。だからこそ今回このポッドキャストを新たに始めていくニュービギニングズを迎えるにあたっても、クラウドファンディングとかの形はせず、僕は僕なりに自力で這い上がってやろうと思い、また戻ってきたというこの決心というものは皆さんにも知っておいていただきたいなと思います。そしてその、僕の決心というものにショーンがついてきてくれて応援してくれることも、また皆さんも彼のサポートもしていただけたらなと思うんですけれども、So I was just saying my message to especially younger people. So I think, as I said, the definition of funding is getting financial supports unless we tried hard. I want to do as much as I can with you. And then I want to, if we need money, I want to make money by myself. And then we have done so far.So I wanna, survive doing that style that way, and then I'm really happy you agreed, and then you're with me now. Yeah, because I mean, like you mentioned, I think that sometimes crowdfunding has a negative image because people can abuse it. I think like they say, "Oh, I want to go backpacking around the world, so please give me money." And I think, really, is that the best use of crowdfunding? Right. So I think that's why like a lot of people get that negative image of that. I mean, I've seen some people who have done like amazing things with crowdfunding. Like building like schools for kids, and that kind of course that's great. But yeah, you're right. Like people do abuse it, and that's what I think gives it a bad image. So. Yeah, so originally that should be the one, like building a school for kids. That's crowdfunding. So now, as you said, people abuse it. I can't believe it, so I don't want to do it. And then perhaps, I think now we should, use the system because we need microphones and we need to continue. But still, I didn't do it. So I can agree with those people who are abusing the system. Can you spell it? Abuse. Abuse. A-B-U-S-E. はい。何々を乱用するというような訳詞になるんですけれども、チャイルドアビュースとかって言ったりもしますが、暴力とか、あるいは何々を乱用するという動詞としても使えますので、ぜひ覚えていただければなと思うんですけれども、Yeah, so this is how we met. So we, talked about our impression, and then my impression of yours was that, you love Japan. He loved Japan so much, and it's going to be so much fun. And then, honestly, I was not sure what you were thinking about first, because you were suggesting the crowdfunding. Perhaps he might abuse this podcast or something at that time. So now I don't feel so. That's why I'm telling you. Right. But, when we firstly met, I was not sure what he was thinking, but it turned out he is really passionate, and then he, doesn't expect anything in return. He is also, trying hard for us or for you, for listeners. So now I trust you. Good. Yeah, I was a little bit worried about at the end after that meeting. Obviously, like the only reason I was suggesting like the crowdfunding things was because of how, I know. Nate left, and I was worried that would be the end of the podcast, and that was the last thing that I wanted for all of that work to just finish, So I was thinking, okay, well, how
how would you be able to like continue the podcast, with these types of things? And I came up with the crowdfunding idea. So when we first met, I was like, hey, Sota, I've got all of these great ideas for keeping the podcast going forever, right? But we need to do this crowdfunding. And then when I got home, I thought, wow, maybe I talked about crowdfunding too much. No worries. No, that's that cool. was brainstorming. Yeah. So 何でも、これからね、一緒にやっていくにあたって、So now we're about to start this show together. And then, something we should, we shouldn't forget is that let's share everything. Yeah. And then you can ask me anything. And then even if I feel against, I will say it. So you can say anything, and then you don't need to be afraid of, anything. Yeah, that's good. I like that. そう。これからね、一緒にやっていくにあたって、やっぱりコミュニケーションっていうのは大切で、思ったことっていうのはお互い何でもね、シェアすることって大切なのかなと。僕とネイトもそうやってここまで来て、喧嘩したこともないぐらいお互いリスペクトしながら、ブレインストームしながらいろいろ進んできたので、今ショーンも初めてそのクラウドファンディングを提案して家に帰った時に、ちょっとクラウドファンディングのこと言い過ぎたかなって心配してたみたいなんですけど、でもそれは言ってくれたことによって分かったものとかもあるので、僕はそういうの全然気にしないので、これからも言ってもらえたら嬉しいなと思います。So anything else about new beginnings? I guess I could tell people my Instagram if they wanted to follow me. Yeah. So if you want to follow me, it's just my name, Sean Bradley 1986. Sean is spelled S-E-A-N, and then Bradley B-R-A-D-L-E-Y 1986. そうですね。はい。ショーンのまたインスタとかも、概要欄とかにも貼っておくんですけれども、彼の日本好きとか、結構 SNS をね、こうアップロードしたりするのも好きだったりするので、ネイトと彼が友達で、僕自身がいろいろと番組を変えていくにあたっていろいろ探してた時に、こう、ネイトがこう、紹介してくれたことでこう知り合えたんですけれども、SNS 見てても、ネイトとすごい正反対の性格なんですよね、ショーンは。ネイトは結構イージーゴーイングで、ファーってしてる感じですけど、ショーンは超きっちりみたいな、もう thorough って感じ。T-H-O-R-O-U-G-H ですよね。thorough. Can you spell it? Thorough. もうきっちり徹底してるみたいな、もう完璧主義みたいな形容詞なんですけど。T-H-O-R-O-U-G-H そうですね。ソローっていう、ぜひ覚えていただければと思うんですけど、もう超徹底してる完璧主義者っていう感じで、僕とネイトって、ネイトはもっとファーンってしてて、僕はまだちょっときっちりしてる部分もあるんですけど、結構ネイトよりの大雑把な性格なんですけど、ショーンはめっちゃきっちりしてるので、僕の方が、かなり大雑把、ファーって、I am easygoing, laid off.I think you're pretty easygoing. そうよね。多分ショーンから見たら僕は結構大雑把な感じなんやろうなと思うんですけど、何事もね、そういう風な相反する感じでペアを組む方が何事もうまくいくのかなと思うので、皆さんこれからこの英語のソータとショーンのコンビっていうものも楽しみにしていただいて、今日は全然ブリティッシュの文化っていうものにはフォーカスを当てれなかったんですけれども、なぜかと言いますと、まずはね、新しい始まりということで、ショーンがどんな人なのかを知っていただいたり、僕たちがどんな風に過ごしていたのかっていうところも知っていただいた上で次に進めていきたいなと思っているので、次の番組からイギリス文化に着目をしていきたいなと思っていますので、楽しみにしていただければと思います。そして最後に皆さん本当に、応援をしてくださってありがとうございます。そして決して忘れていただきたくないのは、僕はネイトのことを一生忘れることはないですし、今も忘れたわけではありません。番組の最終回を配信した直後に、やっぱりいろんな本当にたくさんのこういう視点のメッセージもあるんだな、こういう見方もあるんだなと、本当に予想外な視点のコメントをいただくこともあったりで、また僕自身も勉強させていただくことができました。皆さんのコメントというものはすべて僕の前に進む力、そしてまた面白いコンテンツを作るための力になっています。本当にいつも皆さんコメントをくださってありがとうございます。そんなコメントの中でもですね、
例えば、そうですね、最終回の番組を配信した直後は、MC が泣くなんて失格だと、MC 失格だ。さっさともう新しい人を探したり何だにするなり前に進む必要があるんだっていうコメントもいただいて、本当にその通りだなと、確かに MC 失格かもしれないんですけれども、頑張って僕は今新しい人を探さなきゃって、ちょうどそれはやってた時だったので、やっぱりこういうコメントもあるのもわかるよなとか、本当にいろいろな厳しいご意見というものもいただいたりしたんですけれども、どんな時も、そして、次は MC を見つけて、復帰していこうと思って、SNS 少しお休みして、また復帰した時に、もうネイトのことは忘れたんですかと。ネイトのソータさんの今があるのはネイトのおかげなのに、こうやって自分だけ前に進んで、それを知ったネイトとか奥さんは本当に気の毒で人間不信になると思いますとか、そういう視点のお言葉もいただいて、そういう見方もあるんだな、勉強になりますと思いながらそのコメントも読ませていただいていたんですけれども、それで今このお話をしてました。僕は決して前には進んでいっていますが、ネイトのことを忘れたわけでもないですし、これからも忘れることはありません。いろんな今回のこの番組に関しても、ご意見であったり視点というものもあるかもしれないんですが、ネイトが作ってくれたことを胸に、これからもショーンと一緒に前に進んでいきたいなと思っていますので、これからも応援していただけると嬉しいです。そういう意味で先ほどご紹介したようなコメントというものは氷山の一角ではあるんですが、本当にいろんな視点の温かいコメントも含めですけれども、コメントをくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。そのコメントがあったからこそ、僕はまた前に進めましたし、今この番組が、出来上がっていると思っています。そういう形でこれからもまた僕の成長のエネルギーとなるコメントたくさんいただけることを待っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。So, Sean, do you have a final word? 何か言いたいことありますか？ Yeah, it's obviously it's a new beginning. I'm really happy that you came to me to thank partner you. up. I think it's going to be really great, and I'm really looking forward to all of the different topics that we're going to talk about. Yes. I know Nate has already covered lots of topics with you in the past, but I think it might actually be a good idea to go back and maybe re-explore them from a British perspective. Interesting. Because there was a couple of times that I was listening to Nate and I was thinking, oh, is that really? And I was kind of disagreeing with him. So there's going to be a couple of topics, I think, which might be good to go back. But if anyone has any topics that they want to know about, especially connected to British culture, please, let us know. Yes, yes. Yeah. そうですね。また SNS でもシェアさせていただくんですけど、皆さんが知りたいイギリス文化に関するリクエストというものもまたいただかないといけないかなと思うんですけれども、今までやってきたものもまたイギリス文化の視点から見直してみても面白いんじゃないかなという今視点もありましたように、そうですね。いろんなトピックをまた皆さんにご提供できればなと思っていますので、楽しみにしていてください。はい。なので、このね、初めての収録で、I think I confused you because I'm too passionate, right? No? 大丈夫？ Yeah, it's fine. You can never be too passionate. I'm always too passionate. そう、多分初めてのレコーディングでね、こう、うわーって困惑させた部分もあったかもしれませんけれども、一緒にやってくれたことがすごい嬉しいなと思います。How was the recording? It was great. Really? Yeah. Because you were waiting for me to feel better. Yeah, you were doing your hype, kind of getting ready. And, So I just leave you to it, get in the zone, and then okay, That's great. Let's go. That's fine. そう、僕はもう完璧にこう番組が自分が納得いくまでやるので、今日もね、飛び回ってたりとか歩き回ってたり何を話そうとかっていうのを台本はないんですけど考えてたりして待たせてしまってたこともあったので、こんな感じで It will happen every time。でも一緒に頑張っていけたらなと思います。では皆さん、長々とありがとうございました。英語のソータという名前で Twitter、Instagram、YouTube すべて出てきますので、皆さんと番組でね、このシェアできてなかった間は YouTube でいろんな勉強法とかもシェアしているので、英語
か話せるようになるまでに僕はかかった時間、どういうふうに目標を英語学習では立てていくべきなのかとか、ネイトとの最後のオールイングリッシュの番組、だったりとか、あとはそうですね、発音が綺麗になる魚肉ソーセージちゃんの口の動かし方とかいっぱいシェアしてるので、ぜひ英語のソータの YouTube チャンネルだったり、インスタストーリーも見に来てください。そしてこれからも応援していただけると嬉しいです。もう本当に僕は皆さんが楽しくこの番組を聞いて活用してもらえて、で、いろんな人に広げてもらえるだけで僕は本当にそれだけでも満足なので、この僕たちの思いっていうものをたくさんの人に届けてもらえるように応援もしていただけたら嬉しいなと思います。では今後ともよろしくお願いします。バイバーイ